ロシアとイラン、どちらも国の基盤が大きく揺らいでいます。そして、打開策を打たなければ、どちらも今後も悪化の一途をたどるでしょう。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中東情勢プラスウクライナ情勢2つの話題について解説を行っていきます。中東情勢という意味では、今、アメリカ・イスラエルによるイラン攻撃は中断している停戦期間に入っています。しかし、外交戦というつばぜり合いは激しく行われており、この後どうなるかはまだまだわからないところです。一方においてウクライナ情勢においては、ロシア軍による侵略攻撃は現在もなお継続的に行われています。しかし、今、戦況そのものについては膠着状態であり、大きく前線が変化することはありません。しかし、戦線が膠着していても、その裏側であるそれぞれの国の内情を見ると、かなり足元はひどい状態となっています。まずは、イランの国家の基盤そのものが自滅的な状態に陥ろうとしている。この問題について取り上げていきましょう。現在、イランは石油を輸出することに関しては、かなりの危機的な状態に陥っています。自らホルムズ海峡の封鎖状態を作ったことにより、中東湾岸諸国の石油が輸出できないという状態になりました。一方においてイランは自分たちが封鎖しているわけですから、輸出する分には、これまで通り中国向けの石油をどんどんと輸出できるはずでした。しかしそこに手を打ったのがトランプ大統領。逆封鎖を実施し、イランから出港する船について、これをコントロールしています。イラン側はいくらかの船は外に出すことができたと主張していますが、実質的にそれはできていないとアメリカ側が否定する発表を行っています。では、封鎖状態が長引くことによって何が問題かといえば、一時的な輸出ができないだけではなく、石油を取るための油性そのものが破損し、今後の生産量そのものをどうやっても回復することができなくなる危険性が出ているのです。このことを主張していると拡散されているのが、ベッセント財務長官です。ベッセント財務長官は、このまま逆封鎖の状態が長引いて、イランの原油輸出が滞ったままであれば、イランの原油の貯蔵庫がいっぱいになり、採掘を一時的に止めるか、それとも取ったものを垂れ流しにするような廃棄をするしかないと言っています。ここで最初のポイントがあります。石油の貯蔵タンクがいっぱいになってしまって、その後どうするかについて、イランが例えば、もう貯めるところがないのであるから採掘そのものを中断しよう。そうやって線を締めたら何が起こるかです。水道の蛇口をひねるように出したり止めたりといったことを行えばいいというふうにはなりません。原油の採掘の場合だと地中から掘り出してくるわけですから、そこには圧力がかかっていますし、そこで急に止めてしまうと別のものがどんどんと入り込んでくるようになります。また、流体が流れていたパイプラインを止めることによって、その中身が詰まってしまう状況を生み出してしまいます。こうした状況に陥った場合においては、復旧には時間がかかります。しかし、時間がかかるだけであればまだ良いのですが、イランの場合だと、国際的な制裁下にあるために、海外からの技術協力も得ることができないし、必要な資材などを輸入することにも困難だと言われています。そのため、一旦線を締めた場合においては、油性そのものがダメージを受けるか、その関連施設なども同様にして被害を受け、復旧までに絶望的な時間もしくは復旧そのものが叶わなくなってしまうのではないかと見られています。イランの場合だと石油輸出がまさに国家の根本を支えている資源ですから、油性そのものがダメージを受けるということは、たとえ停戦をしたとしても、イランにとっては超長期的にずっと継続的なダメージが出ることになってしまうのです。ただ、このことをどう評価するかはイラン国内で判断が分かれています。それこそ対面を保つためにはアメリカに対して強く出て、アメリカも屈辱的な内容で何かの外交で終わらせるべきだとする意見と、実質的にイランの石油産業そのものに大打撃が残ってしまうようなことになれば、それはイランの行く末そのものにも絶望的な状況を生み出してしまうと判断する人たち、この間で判断が分かれているのです。そのため革命防衛隊と政府の間における確執といったものがより強まっていると言われています。インターネット上ではこうした事情を背景として、一時期政府側の実力者が革命防衛隊に捕まったのではないかという、そうしたクーデター騒ぎすら話が出ました。
この話については今のところ、ガセだったのではないかとは言われていますが、実質的にそうなったとしてもおかしくない雰囲気が、イラン国内の政治的な対立として報じられています。イランの革命防衛隊は引き続きアメリカに対して強硬な姿勢を示し、ホルムズ海峡周辺における貨物船の拿捕なども行っています。イランの国営放送においてはそうした拿捕する時のイラン側の部隊が船に乗り込む様子なども放送しており、自分たちがいかに健在で、そしてホルムズ海峡を支配できるかアピールしているようです。現在アメリカ、イランとの間における正式な外交の場といったものは今は設けられていない状態です。トランプ大統領が逆封鎖を続けるのであれば、イラン側としては正式な外交の場には出てこれないと主張しています。しかし、いつまでもそのような態度をとっていれば、イランの油性そのものに大きなダメージが残ることとなるでしょう。その大問題を果たして放置したままで自分たちのメンツのためにアメリカとの外交を蹴り続けることができるのかどうかが今イラン国内の問題として発生しているわけです。次にロシアにおいても前線における膠着状態とはまた別にロシア本国内における問題が膨らんでいます。インターネット上で地元住民の嘆きの声といったものが拡散されていました。その嘆きの声の中心となっているのがウクライナ軍が攻撃したロシアの石油輸出拠点、ウアプセ製油所周辺における黒い雨が降っている問題です。ウクライナ軍の連続的な、そして攻撃力の増した大型ドローンの攻撃によって、石油貯蔵タンクやその関連施設などが炎上を続けています。そのため、周囲には非常に黒ずんだ雨が降るようになってしまいました。この異様な状態を嘆いた住民が動画投稿してそれが拡散されているのです。しかし、元はといえばロシアがウクライナに侵略したことが原因であり、彼ら自身が嘆く前にそもそも自国の侵略攻撃そのものをやめさせるような声をロシア国内で上げてほしいものです。ただしそのような声を上げると逮捕されてしまうというのがロシア国内の実情です。現在ロシア国内においてはそうした反戦機運が高まらないように治安当局に対しては過去最高額の予算をつけている状態です。そして人々のそうした不満といったものが拡散しないようにと、ロシア政府当局はインターネットの統制といったものを強化しています。しかし、その統制そのものがまた別の問題を生み出しています。例えばクレジットカードで決済しようと思っても、固定通信網を含めてインターネット回線が普通になる、障害を起こすといったことがたびたび発生していることから、決済不能に陥る場面が増えているそうです。また、人々のインターネットへの接続そのものについても規制するために、VPN に対する規制も強化されています。VPN とは何かというと、インターネットに接続するときに、自分が誰かというのをある程度ごまかすことができるソフトウェアのことです。例えば、ロシア国内では利用することができないインターネットサービスなどに対しても、VPN を間に挟むことによって、例えばロシア在住の人がアメリカ在住であるかのようにインターネット上では装ってインターネットに接続することができるわけです。そうすることによって広く世界の情報を集めることができます。しかしそうした世界の実情や報道といったものを目にすることは、ロシアにとっては非常に不愉快なものを生み出すこととなります。ロシア政府が常日頃から自分たちが非常に優勢に戦いを進めており、それこそ連戦連勝みたいな話をしているが、しかし実態としては全く前進ができていない。ここ何年かにわたってずっと戦線が少しずつしか動いていないその現実を目の当たりにすることになります。毎年のように10万人規模の死傷者が出ているという事実について目の当たりにすれば異常な事態が起きているということは目の当たりにすることができます。そのような意見がどんどんと拡散し、政府に対する不満がどんどんと高まることをロシア政府は恐れているわけです。しかし、政府によるコントロールというのはどんなにお金をかけてもなかなかうまくいかないものです。例えば、戦争を支持して非常に多くの発信をしてきた軍事ブロガーらがいます。これらの人たちは、例えば軍の中にいた状態で情報発信をする人もいれば、軍の内部に友人がいるような、そんな関係性で現地からの情報を得て、それをロシア国内にどんどんと発信するような人たちです。これらの人たちの特徴の一つが、従来は侵略に大賛成して、
どんどんとやれという具合にして、むしろロシア軍による侵略を支持、応援、そして多くの人たちに拡散させることによって、彼ら自身を高揚させる効果がありました。ところが、彼ら自身が今、ウクライナ軍の反撃や戦線の膠着状態、多くの死傷者が出続けている問題などについて不満を述べ、ロシア政府もしくは軍上層部に対する批判の声を高めています。そして、ロシア経済においても歪みはどんどんと大きくなっています。戦時経済下においては軍需産業に対して大量のお金を流し続けるといったことを行って、作っては前線送りにして破壊され、それでもなお作っては捨て、作っては捨て、作っては捨てを永遠に繰り返すことによって、少なくとも物を生産し消費しているという意味においては、大量のお金を使って産業を動かしています。しかし、戦争特需とも言えるような経済というのは、一般のこれまでの経済とは全く異なるものであり、民間経済そのものについては力を失っていくこととなります。そのことが現れているのが、大手企業の著しい業績の悪化です。ロシアの鉄鋼大手セベルスタリという会社の業績が非常に悪化しています。利益は37分の1、そして手元の流動性資金はなんと 96% 減少しました。この背景にあるのが、インフレによる資材の高騰、プラスアルファロシア国内における人件費の高騰、そして民間経済の需要の悪化です。そもそも必要とする人たちが減ってしまって、一方において作る側においてはコストばかりが高くなる。この両方からのサンドイッチによって業績が大幅な悪化を見せています。手元資金がなくなったことによって別に経営破綻が今すぐ起こるというわけではありません。流動性資金がないのであれば、ある程度の企業を運営する上でのお金を銀行からの借り入れなどによって賄うことはある程度できます。ただしそこにも問題があります。なぜならば、ロシアにおいては非常に高い金利が維持された状態であり、借り入れをするということもまた大きな企業負担になるのです。そして、企業の業績悪化といったものが薄く広く全体経済にのしかかってくると起きた問題というのが、企業の支払い遅延というものが積もり積もってどんどんと山のようになってしまうという問題です。その点について、ロシア連邦当局のデータを分析した反ロシア政府系の新聞は、8.2 兆ルーブル、過去最悪の企業債務残高が積み上がっているとして報じていました。本来、ロシア政府の主張している通りであれば、ロシア経済は今は絶好調のはずです。しかし、大手企業間における業績の悪化と、支払いの遅延といったものが積み重なっている状態というのは、明らかにロシア国内の内需が縮小していることを意味しています。需要の減退とコスト高、労働者不足などが積み重なった状態で、戦争用の大量の資金投入といったものがどんどんと民間経済を悪化させている事情を示しています。ですから、全体として GDP がいいですよと言いつつも、民間経済がどんどんと縮小し、軍需産業だけがお金を受け取っている状態というのは、いつまでも回し続けるというのは、非常に無理のある話であり、今はカンフル剤を打ってなんとかサイクルを回しているような異常事態だと言えます。プーチン大統領はほとんど気にはしないでしょうが、ロシアの将来をどんどんと自ら削り取るようなことを続けています。また、イランはアメリカに対して非常に強気な態度は維持しているものの、その内実として時間が進めば進むほど、イラン自身の命脈である石油採掘の油性そのものに大きな打撃を残すこととなります。そのため、どこかの時点でまともな思考があれば折れざるを得ないでしょう。今回の動画役に立ったなであるとか、知識の整理整頓に刺激になったなと思われる方は、ぜひとも評価ボタンのクリックと、他の方への拡散などもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。